こんにちは。レジェンドコンペ6終わりましたね。今回は、参加人数やランキングからわかるように過去一盛り上がってた上に、現実を突きつけられましたね。今回は、配信でたくさんやったので、詳しく見たい人はアーカイブをご覧ください。最終結果は2000に到達するのでやっとでした。でも、今回、参加人数がすごいので、これでも、実質的なレートとしては、いつもより50から100ぐらい多いと見てもいいです。で、今回は、こんな実力不足で試合を解説しても、大したことがないので、真剣に取り組んだからこそ、初めて思った、このゲームの現状のシステム面での問題について語る動画とさせてください。まず最初の試合ですが、ボットが3名ですね。ボット部屋がなぜ嫌われるのか、レート以外にも問題がありましたので、この試合を通して、それを伝えたいと思います。ボット部屋は、まずレート計算がまずいのが問題で、単に時間の無駄と切り捨て、切断までして抜けるプレイヤーもいます。これに関しては、切断を正当化するわけではないのですが、正直ゲーム側の対策不足だとは思いますよ。例えば、スプラトゥーンのようなゲームだと、試合開始直後に人数が不足した場合は、その試合は無効試合となります。意味のない試合の計測はいらないですからね。なので、今後は、コンペ中だけでも、ちゃんと意味のある試合ができる部屋を作る前提で調整してほしいですよね。現状ボットがいたら、その時点で切断して、ボットがさらに増える悪循環ですから、マッチ時間が伸びようとも、意味のない試合をするよりかは、真面目にやっている人は待つでしょう。ここから本編です。さて、操作ミスにコースアウトしましたが、ボットに注目、ドリルを使って追い抜いていきましたね。現状私とトップとでは、かなり距離があります。この距離なら、救済でドリルを出すべきなんですが、それが来ません。理由は、マップを見るとわかるのですが、プレイヤーの1人がドリルを保持、もう2体のボットがドリルを持っているからです。ドリルの上限があり、それが引っかかってしまっているからですね。そして、また、ボットがドリルを使っているので配られません。このように、ボットがいるということは、実質的にアイテムテーブルで変わることにもなるので、嫌われているんですよね。そうなると、攻撃を受けたりして遅れたプレイヤーは、絶対に、これ以上順位を上げることができません。こうなると、何が起こるかというと、2周目中盤ぐらいに離されたプレイヤーは、何をしても無駄と悟り、的が確定してるので、切断します。よく、3周目で、ポスト切断のエラーが出る原因は、多分これです。これの対策ですが、ボットのドリルはカウントしないようにするべきなんじゃないかと思います。それか、スイッチ版のローカルみたいな感じで、12人未満でもできるから、そっちに合わせるとか。個人的に思う対策としては、ボットが4人ぐらいになった時点で無効試合にすべきかと。ロビーなら、即解散。レース中かつ、スタート前や開始数秒なら、エラーで解散にしてしまえば、切断した人だけペナルティがいく、平等な対策だと思うんですよね。次の試合も、まあちょっと話したいことはあるのですが、後半までないので、引き続き現状の問題でも、ロビー切断についてですね、わからない人向けに説明すると、このゲームは、対戦ゲームとしては珍しく、ロビーで、どのようなプレイヤーが参加しているか、どのようなコースが選ばれたかを見てから切断しても、レートに影響がなく、再接続の制限とかもよほど繰り返さない限りはかかりません。このため、特定のコースや相手を避けて切断する人もいます。当然ながら切断すると、ボットが増えるため、先ほどのボット部屋問題にも繋がっているんですね。現状ロビーでのゲーム自体のエラー落ちは、切断扱いなものの、サーバー側の通信エラーならペナルティが発生しないため、現状を変えるには、ロビーでの切断を取り締まるしかないと思いますよ。ボット部屋問題で挙げた無効処理が、仮に今後実装されたとしても、結局は、対戦相手やコースを見て逃げれてしまうのが問題なので、マッチングの時の情報を最小限にするべきなんじゃないかと。具体的には、ロビーのネーム表示やマシン表示は、コンペに限る、無効、全部各タイプのデフォルトマシンとキャラはソニックとかで表示して、レートも100ファミの数値表示、ガジェットは、見える程度、戦績も、非表示で、対戦開始時に、正式なレートと名前が発覚する程度で良いと思います。これなら、仮に、ロビー切断自体に仕様を変えられなくても、それだけでやる人はかなり減ると思うんですよね。それだと、ロビーでいいねできないって言われそうですが、無効試合で例に出したスプラトゥーンとかも、ガチなレート戦では、バトルが終わるまで匿名表示とかになるし、ソニックレーシングをこういったイベントで真面目に競わせたいならそれくらいはした方が良いと思うんですよね。聞いた話だと、今回も含め特定のプレイヤーを集中攻撃している人物とかもいるらしいのでそれ考えると、対戦中も匿名表示の方が安全かもしれません。もちろん、
モラルがないプレイヤーが一番の問題ではあるのですが、初期と違ってロビー切断にペナルティをつけたアップデートを1回行っている以上、運営側としても良くない行為といった認識はあるのは間違いないので、この程度で済ますのは良くないでしょう。マリオカートもかつての最初の世界大会予選でボット狩りでのデート稼ぎが容易にできてしまうことがあって、それが問題視されていたのですが、今はちゃんと対策されていますし、2年目も決めたこのゲームも今後の大会や新規プレイヤーのためにもしっかりと対策をしてほしいものです。さて、レースの様子の解説ですが、一つ前と同じく3周目ほどビリで走っているものの、今回はボットなしです。見ての通り、先ほどと違ってプレイヤーの距離は極端ではないし、アイテムの攻撃もそんなにないのが分かったでしょうか。ボットがいるかいないかだけでこれだけの差が出るんです。それならもう即時は10人とか8人のマッチとかで調整した方が健全な環境になるのが明らかですよね。ドリルがすぐ使えてたらもう少し上がれたんですけどね。まあボットが縁地としてドリル属性の理科は全然気分いいです。こういった負けならきっと立ち回りの上での納得がいくので。さて、次で最後の試合ですが、そちらではアイテム配分の疑問と今回のランキング結果についてお話ししようと思います。まず今回のランキング結果ですが、524位でした。ランキングを見ると、今までトップ100入りが余裕だった人が100未満だったりで、かなりレベルが高いのがわかります。上位争いを除いても、見てもらえればわかるように、ランキングに乗れる最低ラインが1908となっています。1850がエメラルドなので、そこから最短でも5連勝ぐらいしないとならないレートと考えれば、今回、過去最高の盛り上がりとレベルの高さというのがわかるでしょう。アイテムバランスについてもちょうど語るのに使いやすい1試合があったので持ってきました。ちなみに、ボットが2体いますが、それはあんまり関係がないです。はい、まずはカッターですね。これ自体はアイテム保持に対するメタとしては良いアイテムだとは思うのですが、出現範囲が広すぎて9位から3位ぐらいはこれに警戒する必要があります。ゼロ距離から貼り付け可能。ロックしてない相手にも当たる場合がある。遅れて効果が出るのも厄介で、アイテムの組み合わせ次第では防げず積むし、後ろ投げで回が絶対に上がれない状況も作りやすいです。現状を見ると、もう少し出現範囲を減らすだけでも喜ばれそうと思っているのは私だけでしょうか。次に、各アイテムの攻撃力ですかね。50リングがやりすぎな気が。もちろん、リングガードやリング上限系のような対策も存在するとはいえ、手軽に50入る手段が多すぎる。緑パンチのような簡単に当てれるか微妙なものならまだわかりますが、ボムは爆風が50、サイクロンをぶつかるだけで50とリング削りだけで見ればモントラよりも強いです。現状20か50で統一されてるのも謎。40とか中間の数値を作ってきちんとバランスをとってほしいですね。リングを減らしすぎるとボット部屋の場合は最初に話したようにドリル独占からの追い上げ負荷にもつながるので、マリオカートと比較になってしまいますが、あっちは最新作だとサンダーは自分より前にしか当たらない。アイテムは自動で後ろにつくので、拾ってすぐでも防御に使える。ドリルポジションのキラーはダメージがない。使うと他のプレイヤーにも利点があるアイテムも混ざっているといった形で、アイテムが飛び交っても自然とストレス軽減できるように作られているのを見ると、回に対してさらに追い打ちも容易にできるような本作はまだまだ改善の余地があると思います。はい、この試合を選んだ最大の理由がこれです。まあ自分が有利なんだけど、レーザー2個はさすがにやりすぎでしょう。一応調べたらラグの影響でしか引けないみたいですが、それにしてもやりすぎですね。こういった偏った抽選するぐらいなら、ドリルの時も話したように状況に応じて均等に出るようにしましょうよ。現環境は被弾が重いので、結局はアイテムの引きが半分ぐらいなんですよね。2年目も決定した今、より多くのプレイヤーが楽しんで遊べる、上位を目指す人は納得できる試合ができるようにも、今後のアップデートにも注目ですね。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。クロスワールドは配信でもたまに遊びますし、ソニック関連の動画も扱ってますので、よかったらチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。